景色を一回り。2026年春、雪雪氷のの旅。旅。長崎県雲仙。雲仙温泉の中心部に広がる一帯に大地が白く煙を上げる雲仙地獄があります。ここは雲仙天草国立公園。そして雲仙地獄は日本で最初に指定された国立公園の核心部。宿泊先の雲仙観光ホテルから朝の6時に出発して地獄に向かっています。朝食前の朝散歩です。昨夜の雨で街道の桜が散ってしまいました。1934年に国立公園に指定されてから50年後の1984年、50周年広場がここに作られました。今日はこの広場から雲仙地獄をぐるっと一周します。雲仙地獄の見どころを1時間半くらいで見て回って戻ってきます。雲仙地獄ぐるっと一周ルート。この50周年記念広場を出発して次に泥火山に向かいます。泥火山の後は宗津川の馬場石と長針の鏡石に向かいます。次は蛇味地獄と大教官地獄。次は展望休憩所から景色を楽しみます。そこからキリシタン殉教碑に向かいます。そこから下ってお糸地獄に向かいます。お糸地獄には地獄卵工房もありますが、早朝は営業していません。10時過ぎに卵を買いに再び出かけました。卵売り場の周りには猫がたくさんいます。しかし、以前より猫の数が減ったと思いました。次に、スズメ地獄を見て道路に向かいます。最後に、聖七地獄で道路に出ます。この日の噴出はそれほど強くはありませんでした。そこから少し離れた八幡地獄に向かいました。2021年の土砂災害により未だ土のうが積まれた状態です。すぐ隣に温泉神社があります。最後に枯れた地獄の旧八幡地獄を見に行きます。これで朝の散歩は終了です。ここからは歩く映像をお楽しみください。いつもよりコメント少なめです。概要欄のチャプターリストもご活用ください。
こは左に進むとお糸地獄に通じています。左に見える建物は雲仙九州ホテルです。ところどころに案内板があるので迷子にはなりません。ねじき植物の案内板もところどころにあります。こちらに進むと低火山、こちらの階段を進むと大教官地獄です。右に見えてきたのは雲仙宮崎旅館。低火山に到着。昨夜の雨のせいかかなり水っぽいですが、前に来た時もこんな感じでした。しばらく待ってみているとプツプツと泡が出ているのが見えます。中心の泥山は毎日形が変わります。あまり動きが見えませんでしたが、少し水面は揺らめいていました。
津川の馬場関と上張の鏡石に到着。宗津川とは三途の川の別名です。三途の川のほとりにいる脱衣場からついた名前だと言われています。こちらにあるのは上張の鏡石。死者の生前の善悪を映し出すと言われています。闇地獄の手前に小さな展望台があります。こちらが闇地獄。足場に注意しながら登ると、ここからは地獄は見えず、ホテルが見えますね。この松が枯れてしまっていました。5年前は鮮やかな緑色の松葉でした。雲仙の噴出するガスは無毒だから動植物に優しいはずなのに。闇地獄に到着。闇とは人を妬む醜い心のことです。立ち入り禁止。地獄内は危険です。環境省。大教官地獄に到着。以前来た時よりもかなり静かです。
な石仏が大教官地獄を見守っています。この登山口は2021年からずっと閉鎖されています。もう階段は自然に帰りつつあるわね。ここも木が枯れてる。展望休憩所に到着。でも、聞いたけど、地獄が一望できます。木々の間に十字架が見えてきました。キリシタン殉教碑に到着。雲仙地獄の湯煙を眼下にひっそりとキリシタン殉教碑が立っています。江戸時代、この地では十数名の信徒が熱湯に浸される熱湯攻めなどの拷問を受け命を落としました。今石組みの前に立つと激しい地熱とは対照的にただ静かに
当時の出来事を伝える場として佇んでいます。遠藤周作の「沈黙」は江戸時代の日本を舞台に宣教師ロドリゴが潜入し迫害下のキリシタンたちと向き合う物語。原作で雲仙は拷問の地として登場します。原作を読んだのも映画を見たのも随分昔のことです。しかし雲仙に来ると沈黙に触れた時のあの深く重苦しい余韻がそっと胸の底から立ち上がってきます。閉鎖されているのは2021年に土砂崩れのあった八幡地獄へ向かう道です。お糸地獄が見えてきました。明治初期に殺人の罪でお糸さんが島原で処刑されました。その同時期に新たに噴出したのがこの場所。それでお糸地獄という名前がつきました。卵目当てに集まる猫たちも多いです。朝は猫たちも地熱で暖かい石畳の上で眠っています。ここは温泉卵の販売所もあり、日中は一番にぎわう場所です。営業時間は10時から16時なので早朝は誰もいません。10時過ぎに卵を買いにまた出かけました。低火山を見てからお糸地獄方面に向かいます。雲仙九州ホテルの前を歩いています。早朝と比べて人が増えています。地獄蒸し工房にもたくさんの人がいます。かわいいね。ちょうど卵が蒸し上がったところでした。卵はここで蒸されています。蓋は開けられません。これは2023年夏の雲仙地獄蒸し工房。蓋が開いていたので撮影できました。今年も卵を買いました。卵の殻はこのバケツに入れます。猫に食べさせるために白身を小さく砕きました。
餌あげたら食べるんだって。あかんでゆうま。さああかんよ。食べてる。ホットだ。柔らかい。お糸地獄前の坂を登っていくと足虫地熱体験所がありますが閉鎖されていました。高温すぎる場合は閉鎖されることがありますが長い期間閉鎖されているようです。さらに登っていくと町恋はがあります。1954年公開の映画「君の名は」第3部のロケ地となった雲仙。ヒロインの町子が劇中で手を置いた岩として有名になったそうです。昔はここに柵がなかったのね。1975年に町子さん役の女優岸恵子さん本人が訪れ岩の横に記念碑が建立されました。岩のそばにはラジオドラマ冒頭の名文句「忘却とは忘れ去ることなり」忘れずして忘却を誓う心の悲しさよが刻まれています。さらに登ると先ほど立ち寄った展望休憩所があります。以前はこの辺りでも眠る猫がたくさんいたのですが今回はいません。白く煙る雲仙地獄。足元に広がるこの白い大地は火山灰ではありません。強い酸性の温泉が岩をゆっくりと溶かしその成分が再び固まって生まれた温泉淀と呼ばれる白い土。噴気に含まれる硫黄や鉱物が地表で結晶し淡い黄色を帯びた湯の花が重なることで雲仙特有の柔らかく明るい白さが生まれます。湯煙に包まれたこの景色は地球が今も呼吸を続けていることを静かに語りかけてくれる雲仙だけの白い地獄です。坂を下って戻ってきました。この辺り前回は草むらで眠る猫も見られましたが今回はいません。7時を過ぎると散歩する人が増えてきました。スズメ地獄です。地獄のスズメのさえずりをお楽しみください。
泉観光ホテルのオリジナルカクテルで使われているシャシャンボ。今は降りられない湯畑。噴出口は移動するので、数十年後にはここも歩けなくなっているかもしれません。見えたぎるここは聖七地獄。江戸時代、長崎で処刑されたキリシタンの聖七。その頃に噴出したこの場所は聖七地獄と呼ばれました。風向きや噴出の威力によっては、ここは車道まで真っ白で何も見えなくなることもあります。はい、雲仙の前を通って閉鎖中の八幡地獄に向かいます。雲仙特急バスの乗り場です。八幡地獄は2021年度土砂災害からまだ整備が進んでいないようです。遊歩道は閉鎖されています。左側の道からちょっと登ってみます。ここは温泉卵と雲仙レモネードなどの無人販売所です。営業時間は8時半からでした。時間前だから卵の蓋は開きませんでした。長崎カステラの文明堂創業者中川安五郎氏の碑があります。中川氏は雲仙こそが名山と全国を遊説したそうです。日本新八景を投票で選ぶ際に雲仙は山岳部門において1位に選ばれました。ここから八幡地獄が見えます。かなり大きな土のうが積まれています。もう少し先に進めそうなので行ってみました。
猫がいますね。猫がおしゃべりしています。さらに奥に八幡地獄展望台もあるのですが、行けるのかどうかわからないので引き返しました。すぐ隣にある温泉神社に向かいます。温泉神社の起源は飛鳥時代の701年。表記が山の神、温泉の神を祀ったことが始まりと伝わります。お猿さんのようなかわいい狛犬。樹齢200年以上の夫婦柿は子孫繁栄、恋愛祈願などにご利益があるパワースポットです。エマも柿の実なのね。長崎雲仙特急バス降り場。旧八幡地獄に向かいます。左は聖七地獄。聖七地獄側の歩道に来ました。旧八幡地獄の入り口は聖七地獄の向かい側にあります。では旧八幡地獄に入ります。
階段を登っていくと公園があって、そこから万明寺に行けるのですが、今回時間がなくて行けません。旧八幡地獄は枯れた地獄です。もう噴出口はありません。白い大地は地元の方に月面地獄と呼ばれているそうです。時間がなくていけないですが、奥に展望台や鬼石があります。さらに奥には沼もあります。何やら装置があるのだけれど、5月31日までボルケーノナイトウォークをやっています。実は知らなくて行かなかったんです。とても残念です。冬は地熱を利用してここにこたつが置かれるそうです。ユジンスクナヒコナの御事、温泉の神、医薬の神を祀る祠があります。では、ホテルの朝食の時間が近づいてきたので戻ります。桜がかろうじて残っています。右は雲仙お山の情報館、左は50周年広場。1時間半くらい歩いてここまで戻ってきました。この芝生エリアには足湯やレストランのグリーンテラス雲仙があります。いつも時間がなくていけない雲仙ビードロ美術館。そして宿泊している雲仙観光ホテルの入り口です。ホテルの動画もありますので、よろしかったら見てくださいね。
この動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。